えーっと、いくつか自分が、えーっと、いくつかの別々の流れを自分の中で、結び合わせようとしていて、それがもっと先になると言いますか、特に外国の人にはわからないような脈絡になっているというのは意識しているんですけれども、その、そのことはともかく、ちょっと別の話で、共産党の評判が悪いという話があり、共産党の人間は、議論ができない。で、それは、一部の人間しか、一人握りの議員しか議論ができなくて、共産党の人は議員も含めて、上からの命令で全て動いているから、そもそも議論をする体制がないと。で、これはですね、私に言わせれば、国会議員でも、あの、共産国会議員になってから資本論読むとか言ってる段階ですから、そもそも資本論読んでないんだから議論なんかできないし、なんか偉そなんか価値があるものを立てまつってるだけという意味じゃ、信仰と変わらないわけですね。だからそれはしょうがないと。で、じゃあ、資本論は私は前に言ったように、あらかじめその搾取というものが前提になっていて、世界あの、せ資本が搾取できている以上は、搾取するものとされるものに分かれていって、いつか破局が訪れるとしか言っていない上に、その後どうなるか言ってないのだから、あの、共産主義などというものはだから、絵に描いた餅でしかないと。ただその格差の是正とか、その格差を是とするっていうことについては、他にやりようがあるのに、それを正当化するっていうことは許されないことなのであって、そこに対する是正措置としての共産党の役割というのは常にあり、そこにおける人権とか価値とかいうのは常にあると。で、そもそも共産主義革命が起きた土地というのは、非常な独裁性とかを打破するために手段として用いられたんですが、さっきほど言ったように、自分たちが政権で握ればいいと思ってる節があったので、結局どうしたらいいかはなかったので、そういう問題が起きているということは注意しておかなければならないと。で、その、じゃあ資本論に何もないのかといえば、私が読んだところっていうのは、注目する点で、その、東大の安富先生が、自分が住友銀行で働いている時に、2巻を読んでいたから、自分は何をやってるか分かったけれども、周りの同僚は自分が何をやってるか分からず、そのバブルの世界には巻き込まれていたと。その、そこに注目して、見直していったところ、2巻の一編ですね、貨幣資本と、生産資本と商品資本というのが出てきて、で、それが3回繰り返しているです。で、一遍ね、それ以降、その前ももう二度とそれが出てこないんですが、で、貨幣資本、要するに貨幣で生産資本を買うと。で、生産資本っていうのは、労働力と、その生産手段と、その商品を作る生産手段と、その商品の材料の原材料ですね。だから、原材料を労働力が、生産手段を使って商品に生産するわけですけれども、そして生産資本によって生産された商品は、その商品資本として、在庫として残ったり、流通費がかかったり、倉庫の費用が、保管する費用がかかったりすると。そして、商品資本として販売して、そしてまた貨幣資本が収入として入ってきたときに、それをまた生産資本に投じると。この循環のことをしつこく3回繰り返してるんですけども、これは簿記会計の話ですね。だからその簿記会計の話を、そこに必要に繰り返してる。で、これはアルチス派のスタブレに言わせれば、流通という現実に押し付けられて、あの、繰りかあの、記述したに過ぎ
ところなんだけども、その後にはもう二度と出てこないと。ところがその二度と出てこないとこそこのところに、現実を見るときにその貨幣生産、商品というその簿記会計で見ると。で、安富先生も現実生きるための簿記会計というエッセイと言いますか、ちょっとしたメモみたいなものがあって、やはりマルクスのその図式ですね。貨幣資本、生産資本、商品資本っていうその図式を、やってるんですね。だから簿記会計でその世界を貨幣資本、生産資本、商品資本のその3つの中で見ていくと。いうことが、その現実に触れるのに必要であるというふうな見方であって、そこの資本論の記述が、何回も繰り返してるのは、そういうふうに現実を見ろよっていうふうに言っているようにも捉えられなくもない。ただ、それ以前とかそれ以後のところは全て搾取の証明みたいなところにしかなってないので、私の、見たところでは、そこにのみその資本論の可能性があるのではないかというふうな話です。